幻想的な風景と神様への祈り、歴史が生んだ台湾の魅力です。皆様こんにちは。旅の出発は台北駅からです。開放感のある天井とレトロな装飾や配色がおしゃれな駅舎です。チケットは有人販売と自動券売機が並んでいます。ホームに向かいましょう。券売機の右側を通り、下に降りると台湾鉄道の改札があります。宜蘭行きのローカル線に乗って9分最寄りの瑞鳳駅に向かいます。台北駅からおよそ50分で到着。駅を出ると左にタクシー乗り場がありますが、今回はここからバスで向かいます。ちなみに Google マップで表示されたお寺の前のバス停から乗ったのですが、非常に分かりづらかったので、こちらの国民広場のバス停から乗るのをおすすめします。およそ20分で到着。早速9分の街中に向かいました。細い路地には飲食店や土産物屋が並んでいて、異国の雰囲気と賑やかさを感じて楽しい気持ちになります。美しい景観で9分のシンボルともいえるアメ茶楼は、千と千尋の神隠しの世界観に似ていると多くの観光客が訪れます。植物の緑とランタンの赤のコントラストが映える個性的な雰囲気を味わいながら、ゆったりと台湾茶を楽しむことができます。台湾に来たら必ず立ち寄りたい9分。19世紀末の金鉱の発見と、日本統治時代に工業が盛んになったことで発展した町です。しかし、1971年に金鉱山が閉鎖されたことで衰退します。それでも台湾映画のロケ地になったことをきっかけに、町の観光地化が行われ、人気のスポットになりました。かつての繁栄と衰退、そこからの復興といった歴史があるからこそ、この街並みができたと思うと心が打たれます。暑い中、ドリンクを買って少し街から離れた場所に向かいます。こちらのフルーツティー、すっきりとした甘さで暑い台湾にぴったりです。目指すは標高588メートルのキールン山です。山の上から9分の街並みや海を一望できるとのこと。町からおよそ5分歩いたところに登山道があります。先ほどの賑やかさが嘘のように遠ざかり、自然の静けさに包まれます。途中、祠のような場所に壺が置いてありました。詳細は不明ですが、ローカル感のある信仰や風習の雰囲気を味わえました。キールン山の登山道はしっかり整備されている一方で、急な階段が続きます。想定より体力が必要でした。来た道を振り返ると、その急さがよくわかります。その後、なんとか頂上に到着。これが見たかった景色です。緑と青のコントラストが自然を感じさせます。港のある場所も趣ある地形になっていました。帰りでは9分の街が見えます。斜面にあることがよくわかり、鉱山から発展した歴史をここにも感じることができました。街に戻って台湾ローカルフードを楽しみます。バーワンはもちもちの皮で具材を包んだ蒸し団子。その食感とピリ辛さが絶妙なバランスです。こちらのスープは台湾らしい優しい味付け。つみれはしっかりしていて食べ応えがありました。次のお店では骨付き肉の漢方煮込みを食べました。肉の旨味と薬膳の香りがマッチしていて、体にエネルギーを与えてくれます。
そして台湾の定番ルーローハンも。甘辛い豚肉とご飯の組み合わせは何度食べても美味しいです。クラゲのサラダも食べてさっぱり。デザートに食べたのはピーナッツを削ったものとアイス、そしてパクチーを包んだクレープです。これは本当に独特の味で、やっぱりパクチーの印象が強めでした。デザートとして食べるならパクチーがない方が食べやすいなと思いました。ホテルにチェックインです。リビングが広く、大きな窓から外の景色を取り入れていておしゃれです。ベランダもついていて、9分ならではの自然の風景を存分に楽しむことができます。寝室は大きめのベッドが2つ。さらにロフトにも同じサイズのベッドがあります。その他の設備も清潔感があり、快適に過ごすことができました。夕方になり、少しずつランタンが灯り始めた街を歩き、夕食に向かいます。炭鉱のように掘られた細い道を進んでいった先に、お店がありました。通ってきた道とはガラリと変わって、中はおしゃれで落ち着いた雰囲気でした。特に窓からの景色は食事のムードを高めてくれます。切り干し大根入りのオムレツはうまみと食感が絶妙にマッチした味わい。豚もつ炒めは酢もつのような味付けでジューシーながらさっぱりと食べられました。ピラミッド型のチャーハンはニンニクやネギといった香味野菜によるパンチのある味わいが癖になる一皿でした。すっかり夜になり、ランタンの光が浮かび上がります。街全体が全く変わってしまった印象で、本当に別世界に迷い込んだようです。光を反射する雨もまた美しかったです。最後まで夜を満喫したいと、クラフトビールの置いてある店に来ました。夜風を感じながらビールを飲むことができます。ここには豊富な種類の台湾のクラフトビールが置いてあり、どれも味が個性的で興味が湧きました。夜の9時を過ぎ、9分の街は静けさを取り戻します。シャッターの閉まった店とぽつりぽつりと灯るランタン、昔の街がそのまま残っているようなノスタルジックな雰囲気。また一つこの街の表情を感じることができました。翌日、ホテルの朝食を食べていると、急に外が真っ白に。雷も落ちる激しい雨が降りました。それでも1時間後には何事もなかったかのよう。これもまた9分らしさなのでしょうか。この日はランタン飛ばしで有名な10分に向かいます。炭鉱の町として発展した10分を通るこの平京線は、もともと石炭を運ぶために1921年に開通しました。瑞鳳駅を出発し、山あいを進むことおよそ30分。10分に到着です。駅を降りると線路沿いには飲食店やお土産屋がずらっと並んでいます。店の日差しも出ていて、雨の日でも割と歩けました。名物のランタン飛ばしももちろん行われていました。貸し出しのレインコートがカラフルで、雨の中でも賑やかさを感じます。これはかつてランタンがこの地域で情報伝達の手段として使われていたことから、願いを天に届けるという意味合いが込められているのだそうです。色には意味があり、
赤は健康や平安、黄色は金運や財運、青はキャリアや学業といった願いを込めます。また、すぐ目の前を通過していくこの電車も10分の魅力の一つです。想像以上に至近距離を通っていきました。列車は1時間に1から2本来るので、それに合わせて線路近くで写真を撮るのがおすすめです。電車を見送った後は昼食へ。混ぜ麺はしっかりとした味付けで満足感があり、スープはビーフンに加えつみれが入っていて、見た目以上にしっかりとお腹が満たされました。駅周辺でも十分楽しめるので、短時間でも旅程に組み込みやすいスポットだと思いました。今回の旅はここまで。9分では街の雰囲気を、10分ではランタンのアクティビティを楽しむことができ、バリエーションがあってセットで回るとお得感があってよかったです。この動画が気に入ったら高評価、チャンネル登録をお願いします。それではまた次の旅で。